どうも、ジャルです。今週も火曜日、定例10時からのエボニープレイ配信をやってきます。よろしくお願いします。はい。ということで、今日は、もうタイトルにある通りですね、壁のアイテムがグレードアップしたぞということで、はい、お品書きにもね、日本時間 AM2 時は壁を見ろということで、書かせていただきました。ですね、これ先週で11月の3日ぐらいかな、3日の2時、私がわかる限り11月の3日2時からなんですけど、はい、そっからね、壁のアイテム変わってるんですよね。あ、カムイさん、こんじゃるは。どうもコメントありがとうございます。はい、つい先週だと思います。11月の、私が覚えてる限り3日からね、壁のアイテム変わったんですよ。ちょっと何時から変わったかわかんないんですけど、少なくとも2時のタイミングで私気づきましてということで、2時何があるかって、夜更かしさんはよく知ってるかもしれないんですけど、日本時間の2時、AM2 時ですね、夜中の2時のこの壁のアイテムで、VIP 本100ポイント手に入るんですよね。ただ、先週から VIP 本変わってるんですよ。あ、吉田さん、こんじゃるわ。90さん、こんじゃるわ。90さん、はじめましてな気がする。コメントありがとうございます。はい。こちらね、見ていただくとわかる通りですね。これまで VIP ポイント、100VIP ポイントもらえてたんですけど、これもう5日間経ってますね。はい、5日間経ったので、7、6、5、4、3、やっぱ3日ですね。私、毎日ね、2時になって、この VIP 本を取って寝るっていうね、夜更かし生活を繰り返しているんですけれども、はい、これ確定ですね。はい、11月の、3日、2時のタイミングから VIP ポイントが100じゃなくて300もらえるようになったんですよ。はい、これ、マジですごいことで、私のね、VIP レベルアップ計画が、3倍早くなったわけですよ。毎日2時まで起きてる前提なんだけどはい、これね、とても感動していて、で、うすうすね、もしかしたら皆さんお気づきだったと思います。あ、なんかちょっと招待来てるからこっち行っていい？お、あざっすあざっす。殴ります。即殴ります。ナショナルキャバリー、ゴー。ここもね、盗賊も大事ですからね。はい、もう、来たら速攻殴りますよ。あと、翔さんこんばんは。コメントありがとうございます。ちょっとね、まだね、咳が止まってなくて、ちょいちょい咳をしてしまって、息苦しいところがあったら申し訳ございません。さてさて、そう、VIP 本ね、2時に、2時の、2時にね、毎日もらえる VIP 本が、100ポイントから300ポイントになりましたよと。それだけじゃなくて、これね、いつものエボニーあるあるなんですけど、なんかね、中途半端なんですよね。はい、このサーバーギフト、このね、壁アイテムが、あ、長谷川さん、こんばんは。ね、吉田さんね、300でかいですよね。いや、めちゃくちゃでかいですよ。めちゃくちゃ嬉しい。はい、このね、サーバーギフトのアイテムね、これ、今、一景君主エキスポ1000ってなってるじゃないですか。これね、前までと一緒なんですよ、この表記。でも、実際取るとね、中身違うんですよ。多分予想では、建設3時間か、研究3時間か、3時間スピードアップ、ノーマルスピードアップ、このどれかだと思うんだけど、さあ、取ってみよう、GO。はい、全然違いました。あ、22時だからですね。12時間スピードアップが出ました。なんかね、4時間に1回なのかななんか、いいアイテム出るんですよね。だから次は2時にいいアイテムが出るんですよ。今10時だから12時間スピードアップでしたね。なんか、なんとなく、見ている感じ、建設3時間、研究3時間、3時間スピードアップいいのみたいな、なんかね、そんなサイクルっぽい感じがしていて、まあ、こんな感じですね。皆さん多分
おそらく、惰性で受け取ってたと思うんです、ここのサーバーギフトって。でも、このサーバーギフト、結構いいのが出るようになってるんで、はい、特にね、建設8時間とか、回復12時間とか出たりするんですよ。結構ね、貴重だと思うので私特にね、建設スピードアップ結構足りなくて枯渇しがちだったので、これね、めちゃくちゃ嬉しくて、はい、もうね、もともとね、ログインして壁のアイテムは、しっかり毎回取ってたんですけど、これはね、もう忘れずに取らなきゃなと。あ、なんか、モンスター、空振りまくってる、残念。アーティスさんこんばんは。コメントありがとうございます。はい、もともとね、この壁のアイテムは、取ってたんですけど、なんとね、先週の、金曜日あたりからですね、多分イベント切り替わってからなのかな。はい、長期イベントが、違うな、長期イベントじゃねえな。全然途中じゃん。まあ、大体ね、大きな更新金曜日に入る。多分金曜日あたりから、まあ、アイテムが変わってそうですね。まあ、おそらく、その表示が古いのはバグで、多分今後、リワードの、なんでしょう、ランクがね、上がったんだと思いますと、これは計45までね、上限が伸びたことで、運営側がね、明らかに育成させようとしてるって前から言ってたと思うんですけど、その中の一環かなと思います。ということで、なんかここね、なんていうか手が入らないかなと思ってた場所が、手が入ってね、嬉しいですね。はい。壁アイテムまさか、グレードアップするとはという感じで。はい、ということでビップポイントですね。はい、3倍早く。はい。もうさすがですね。運営も分かってますね。3倍だから赤色ですね。はい。これも大丈夫です。伝わらない人が一定数いると思いつつ言いました。はい。はい。赤いね。3倍早いということで。ビップポイントがね、おおよそ、毎日ね、1000ずつ近く増えてくっていうことで、ビップポイント13すんのきついなって思ってたんですけれども、ちょっとだけね、巧妙さしましたね。はい。とても、とても嬉しい。とても嬉しいんですけど、もうこれ、2時前に寝ることなくなったな、みたいなはい、2時になってから寝る生活が悪化するな、みたいに、ちょっと思ってはいるものの、いやでもね、ビップポイント、貴重なので、とても嬉しいでございます。はい、そのところでですね、壁のアイテムの報酬が良くなりましたっていう、軽めな話題をしておいて、先週ね、言及するのを忘れていたところ、ちょっと話をね、しておこうと思っていたんですよと。あれさっきのアイテムのエフェクトの時見ればよかった。これとかそうかな。ツイッターとかでね、もう、本当に呼び慣れないな。ツイッターって言っちゃうな。X ですかね。はい。X とポストね。X とポストの関係です。はい。X で、結構ね、たびたび目にしたんですけど、アイテムのエフェクト解約しましたよね。はい、解約だと思います。はい、もうはっきりはっきり言って、解約だと思います。まあちょっとこれアイテム取ってみましょうか。このね、はい、このアイテムを取ります。ふわふわふわーんって。あひかさん、こんじゃるは、コメントありがとうございます。このエフェクト、いりますいらないいらないっていう。もうさ、アイテムはすぐ欲しいんですよ。もうなんか別に見栄えとかクソどうでもいいわけじゃないですか。なんだろうな、なんかエピック将軍とか、レアリティがね、高い、その将軍が手に入ったよみたいな、そういう時の特別演出とかならわかりますよ。こういうどうでもいいアイテムにわざわざ遅延要素を入れるのは何なんだろうっていうね。はい。運営は本当にエボニーをプレイしているのかと思ってしまうようなね、なんか、やつが入りましたね。エネゴリさん、コメントありがとうございます。お疲れ様でございます。830サーバーでやってるエネゴリです。K37 の中途半端課金者です。美課金さんですかね。中課金さん。
どうもどうもコメントありがとうございます。K37、いいですね。K37 っていうことは、あれかな、戦勝記念とレベル2なのかな、すごい。ティッシュさん、ぐるぐるなるのは自分だけ？あ、ぐるぐるなりますか？ですね、ぐるぐるになるのは、ちょっとね、今、YouTube で結構その問題起きてるっぽくてですね、今から変えられるかな、なんか、遅延をね、ちょっとだけ遅くする、よく遅延をするようにすると少しマシになるっぽいので、ちょっとだけ、ちょっとだけ遅延入れて、はい、あ、すいません。ちょっとね、遅延が発生するということで、今ね、なんかライブ配信で、これ、私もね、他の方を見ててそうなるんですけど、結構ね、ライブ配信が遅延しが、ぐるぐるしがちらしくて、今ちょっとだけ、遅延モードっていうのを入れました。なので、ちょっとね、コメントとのなんか動機が、2分ぐらいずれちゃうので、私、コメントのタイミングちょっと遅れちゃうかもしれないんですけど、もしかしたら、ちょっとだけマシになるかもしれないです。なんなかったらごめんなさい。はい。そうです。なんかね、画質、画質の問題とか、遅延が少ない時のバッファが少ないだとか、なんかいろんななんか、要因によって、どうやら、ぐるぐるしやすいらしくて、はい。はい、すいません。ちょっとだけ、遅延入れたので、コメントを読むのが遅くなっちゃうかもしれませんが、これで少しマシになればいいなって感じです。はい。ヒカさん、そのエフェクトのせいで魔女のパイゲットできたかわからない。すぐ消すから。いや、わかる。そうなんですよ。私もそう、すぐ消すんですよ。もうなんか、別に興味ないんで興味ないんでね、すぐ消しちゃうんですよね。だから、ほんとね、もう、ほんと結果の一覧をね、すぐ出してほしいんですよ。こういうのとかもそうほら、もうなんか、本当に不要なキラキラですよね。なんかなんていうか、いいのよ見てくれは、中身を充実させてくれっていうね、はい、ちょっと、これね、良くない変更ですよね。これ、先週喋ろうと思ったのに忘れてたので、今更言及していて、もう一個ね、先週喋ろうと思っていて忘れたのが、これですね、魂の伴侶。これもね、皆さんね、思ったと思います。これね、まずですよ。まず、これね、はい、この、おさわり、ヘレンと交流しますか？今日は非表示にする。みたいな感じで、なんか挨拶するときにね、聞かれるようになりましたね。で、まあ、その代わりに、そう、この挨拶を、今までは1人3、なんか1人3回おさわりか。挨拶は1人2回。1人挨拶2回、おさわり3回みたいな、そんな感じだったんですけれども、どうやら全体で15回。で、本当はね、多分5人ともアンロックしてる前提ですよね。なので 3×5 で15、2×5 で10っていう感じで、集中的にね、育てたい、親密度を上げたい、キャラを選べるようにしましたよっていうことだと思うんです。いや、それはね、まあ、いいと思います。なんていうか、人によってね、何のスキルを重視するのか、私なんかもうスキル重視で考えるんですけど、もう単純に好きなキャラにね、好きなキャラとイチャイチャしたいっていうね、まあそういうユーザーさんもいると思うので、なんていうか、仕組みは別にいいかなとは思うんですけど、これね、かわいそうなのが、私ヘレンなんかもうあんまり育てる気ないんでスルーするんですよね。もうヘレンさん、ヘレンさんも毎日スルーされます、これ。もうかわいそうですね、ヘレンさんね。挨拶もすることもなく、おさわりすることもなく、
んどんスルーをしてしまうっていうね、ちょっとね、かわいそう、ね、もうヘレンさんかわいそうシステムだなってちょっと思っちゃって。いや、ちょっとまあ、かわいそうだから、実は私は一回ずつ、挨拶して回るんですけど、はい、なんか、こう、おもろいシステムになったなというのと、アニさんコメントありがとうございます。お初です。半年前からこそっと見てください。こそっと、こそっとしていただけて大丈夫です。お好きにコメントしていただいて大丈夫です。ありがとうございます、コメント。はい。まあ、なんだ、この交流はね、交流は別にいいと思うんです。交流はいいと思うんですよ。あれなんか今日5回も交流したっけ？まあいいか。まあこの交流はいいと思うんですけど、問題はこの挨拶なんですよね。挨拶1日10回できるんですけど、はい、挨拶をしました。はい、この鍵マークね。まあ、前から2分でしたっけ？挨拶1回すると、なんか2分ぐらいね、クールタイムがあって、そっからまた挨拶できるよ、みたいな感じだったんですけど、前までは、この4人にね、挨拶ってやって、ちょっとなんかラリー出して、また戻ってきて挨拶とかで事足りたんですよ。はい、なので、なんか2分とかなってますけど、実質、本当にもう2分ぐらい。合計とかも関係なく、2分ぐらいで済んでいたのに、このシステムになったら、共通になったせいで、確定9分待ちなんですよね。これね、9回も、ここ開けるの、だるくないですか？もうなんか非常にね、ひどいことを言うかもしれないんですけど、もうね、9回も開くのめんどくさいんですよ。前までだったら、もう2回開いてパパパパパーって挨拶して、また忘れたことにやってていいんですけど、これ9回開かなきゃいけないんですよ。これね、解約だと思ってます。もう本当にもう、マジでめんどくさいなっていう。まあ、このね、だからこのダンジョン、この不思議なパズルに近い感じですね。これも1回やるとなんか2分とか3分ぐらいね、待たなきゃいけないですけども、まあ、これで6回待たされて、これで9回待たされてみたいな、なんかね、ちょっと、なぜこんなにユーザーインターフェースを悪くしてしまったのかっていうね、本当に運営はエボニーをプレイしてるんでしょうか？パート2なんですよね、個人的には。のんのさん、こんにちは。コメントありがとうございます。いやー、これね、本当に、あの、本当、なんというか、この一個一個の変化は多分大したことはないんですよ。まあ、もう、まあ、そのエフェクトが良くなるとか、こういう交流のシステム、まあ、交流のシステムについてはね、そのスキルをね、集中的に育てさせたいとかいう、その変化はいいんですけど、この挨拶、クールタイムは本当にね、なくしてほしかったですね。なんていうか、ある理由がよくわからないし、はい、これね、不思議な、はい、その、エフェクトはね、もう500歩譲って、宝箱開いた時のエフェクトは、まあまあ、なんかご新規さんがね、見た時に、ああ、映像素晴らしいじゃないかと思ってほしいのかもしれない。いや、思うかってとこですけど、はい、まあ、そういうのもあるのかもしれないねって思うんですけど、いや、ちょっとこの挨拶の仕様とかいけてないだろうって思っちゃうんだよな。はい。はい、ゲームをね、やってると、どんどんせっかちになると思うんですよ。はい。そういった時に、この挨拶システムは、なかなかね、微妙だなと思っていて、X を見たら同じようなコメントをされてる人が結構いて、やっぱみんな同じ思いなんだなって思うと同時に、運営ちゃんとプレイしてるかと思ってしまいましたね。はい。
鹿さん、ほんと他にやることあるやろ。吉田さん、そうですね、9回目と。いや、そうでしょですよね。いや、もうほんとね、こういう、なんていうか、公開してる配信で、あんまりネガキャンをするのはね、良くないとは思ってるんですよ。基本的にはね、あんまり、なんていうか、楽しんでやってるから、一応。ネガキャンをね、したいわけでないんですけど、でも言わざるを得ない。UI が悪くなっている。もうなんかさ、ねえ、ここ最近の運営の機構、すごいですよね。ねえ、このアバターを変えてみて、あまりにも大貧縮で、あのやっぱり元に戻してみました事件があったり、なんか知んないけど、ここのおじさん、リアルにしてみたり、このパズルのね、おじさん、無駄にぬるぬる動くようになって、なんか間違えた。何やってんだ。これね、昔はこんなね、ぬるぬる動かなかったですからね。無駄にちょっと動きが良くなってるの。これね、無駄だと思う。ここの動きをぬるぬる良くするんだったら、広告先してるパズルを出してほしいですよね。ピン抜きゲームとか、銃打ってなんか数字増やすやつとかね。はい、もう毎日もう同じパズルで飽きちゃいましたけど。はい、飽きちゃいましたけど、ここのアイテムが必要なんで私は、毎日やってるんですけどね。はい、ちょっとな。はい、カメイさん、全く同感。ネコミさん、やりにくくなりました。ね、やりにくくなりましたよね。ちょっと、なんかどうなってんのよと。はい、水を。はい、まあまあまあ、まあ、運営なりにね、見栄えがね、良くなるように、なんかいろいろ手を変え、品を変え、やってるんだろうと、好意的に捉えますが、はい、ちょっと違うところにね、力をかけてほしいですね。特に、アバターについてはね、なんというか、人気のアバターを悪くして、人気のアバターを悪くしちゃったのが良くなかったと思うんですよ。特に日本の女性アバターがね、なんか、悪女みたいな感じになった、目つきがひどくなったのとかね。でもそうじゃなくて、こういうカウボーイとかは、確かなんかいい感じに変わってたんですよ。なんかそういうとこのね、ユーザーの意見の取り方みたいなのがね、ちょっと間違ってるんじゃないかなって思う部分があるんで、別にね、こんなん、日本人だけじゃなくて、ね、世界のプレイヤーみんながアバターについてはもう賛否両論ありましたからね、いい変化もあったと思うんで、もう少しユーザーの意見を反映していただけると嬉しいなと思います。ティッシュさん、広告無料でプレイしてるので文句言えないですが、一回消して数秒後また違うの出るの毎回うざい。そう、本当にそう。のんのさん、パズルは何ヶ月もやってないです。その話はね、よく聞きます。もう皆さんね、もうパズルはもうやってませんっていうのね、めちゃくちゃ聞くんですけど、私ね、結構欠かさず毎日やっちゃってます。エネゴリさん、このゲームパズルゲームって忘れてました。いや、パズルゲームらしいんですよ。もう誰もがそれで騙されてたまにね、戦争をしたくてやったっていう、珍しい例の話も聞きますけれども、大体はね、パズルゲームから始めた、もしくはね、別のワールドで転生した方がほとんどだと思ってます。パズルちょっとやるか、パズル。そう、私はね、パズルはもう毎日やっていて、なんなら、スマホで6回やってもね、PC でもなんか6回やれて、なんかアイテム取れてそうな感じがするんですよね。はい、ここでね、今出てきたと思うんですけど、このね、建設スピードアップ、私、枯渇してるんで、建設スピードアップが欲しくて、この建設4時間欲しいがため、4時間もね、6回やると1日分なんで、そう、これと、あとこっちね、レベル1兵士トークン、射撃兵。これがね、なんというか、これね、毎日やってる証拠ですね。この射撃兵のトークンめっちゃあるんですけど、
戦力アップとかの時とかにね、おもむろにこれを使用すると、ちょうどよくポイント稼げたりするんでね、重宝してます。ひかさん、去年の夏頃、日本人向けに翻訳に関するアンケートあったけど、結局翻訳直ってないですからね。翻訳ひどいですからね。いつもひどいなって思うのは、なんだろうな、なんか、今ないな。この顔文字シリーズで、ハートかなんか喜んでる。とりあえずね、いい感じの顔文字が殺すっていう字に変更されるのマジでエグいなって思いますよね。AC チャットとか翻訳でサツ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 みたいになっててよく見ると顔文字で喜んでるみたいな、その、なんていうか180度変換はマジでどうにかしてほしいですよね。なんかなんでそうなっちゃうのかなって不思議なんですけど。はい。はい、ということでね、ちょっとユーザーの声が少しでも届けばいいなと思って、このね、壁のアイテム変更、マジでいい変更だと思うんですよ。なんか、ずっと、なんていうか、君主エキスポ1000とか、もらってももらわなくてもあんま変わらないなみたいなアイテムめっちゃ多かったじゃないですか。それがね、なんか意味あるアイテムにだいぶ変わったんですよ。もうスピードアップ、回復12時間スピードアップとかも、なんか普通に嬉しいですよね。はい。なので、とてもいい変更なので、次の変更は、これです、これ。この宝。はい、毎日、右上のね、ストアの宝箱から、かけらもらえると思うんですけど、このね、かけらを、アップデートしてほしいです。遺跡がね、前アップデートありましたよね。いつ頃かな多分春頃だったと思うんですけれども、キングコングイベントを境に、キングコングイベントの時だけ、いいアイテムが出るだと思ったら、キングコングイベントが終わった後も、このね、グレードアップした報酬が出るように遺跡って変わりましたと。それと同じような感じで、このね、右上のアイテム、これ担当官、今月はね、11月はアブドが出るんで、担当官はまあいいとしよう。担当官はまあいいとしよう。ただ、ウィンフィールド、いや、フィミコ、お前らはダメだっていう感じで、はい、10月が、卑弥呼でしたね、確かね。その前、ウィンフィールドか、学費じゃなかったでしたっけ。はい、おかげでいっぱいあるもん。そう。これね、卑弥呼はもっとひどくて、卑弥呼って11月でかけらなんかめっちゃもらえましたけど、これ名称昭和店の将軍を受け取るに、なんか知んないけど、卑弥呼いるんですよ。これ誰が交換するこれ、この貴重な招待状を、ね、1日11個しか増えない。期間で77個しか増えない貴重な招待状を500集めて誰が卑弥呼を交換するのだろうか。これなんていうか、情弱殺しと、いわゆるね、いろんなソシャゲであるんですけど、これ情弱殺しだと思うんですけど、こういうのね、ほんと良くないと思いますね。すごく申し訳、ね、ティーチとか普通に強いのも含まれてるんですけど、卑弥呼は、まあもちろんね、育てている方もいらっしゃると思うので、あんまり言うのもあれなんですけど、卑弥呼はもう残念ながら型落ち対象じゃないのかなと。まあ、私もね、しばらく使ってたんですけれども、はい、なんていうか、35%アップ、40%アップっていうね、火力40%アップみたいなのが出てくる中で、デバフがついてるとはいえ、ね、射撃兵ってそもそも射撃兵の構造って近づく前に殴り切るなので、敵の騎兵の攻撃力を下げてもしょうがないんじゃないですか。まあ市長にね、市長に起用するのはいいと思うんですよ。市長でデバフ効くんで、殴られるときって騎兵の攻撃力をね下げとくっていうのも大事だと思うんで、市長ならわかるんですけど、みたいなのとかね、まあなんか、まあいろいろです。はい、ということで、ちょっとあんまり言うとね、角が立っちゃうんでこの辺にしとこう。はい、ということで、いやー、そう、運営さんにはね、ぜひね、このね、宝箱のかけらも、そろそろアップグレードしましょうよと
いうところをね、言いたいですかね。あとはね、このクエスト、クエストはね、もう変えらんないかな。はい、このクエストで出てくるね、報酬もね、意味不明ですよね。なんというか、必死こいて、1B、2B 払って作った神殿36の報酬が 386K ってもう舐めてますよね。はい。これはね、もう設計ミスにも程があると思います。意味がわかんないです。で、さらに意味わかんないのは、科学院は 1.4M とかもらえるのに、進展 386K なの？何これ？どういうこと？はい。まあちょっと、本当に、運営さん、よろしくお願いします。もう、今からこの辺ね、サイレント修正してもいいと思います。大丈夫です。許されます。エブさん、教えてほしいです。担当官の装備は重要でしょうか？コメントありがとうございます。担当官の装備は不要です。ですね、不要っていうのは語弊があるな。ですね、まず、担当官の装備は、なんか戦闘には影響しません。で、この、戦闘には影響しないんですけど、戦力が変わってくるので、そのタイミングだけね、必要になりますと、ちょうどいいんで、私今病院ね、あえて担当官外してるんですけど、はい、ここでちょっと実践で見てもらうと分かりやすいかな。はい、担当官病院にね、スカンデルベルグさんを私は普段起用していますと。で、担当官の募集要件、特別には至ってなくて、上級としてスカンデルベグさんを、つけることができるんですけど、これね、上級でつけるのもったいなくて、スカンデルベグさん、攻撃1200、防御1250の要件満たしているんですよね。だから足らないの戦力だけですと。っていう時に、担当官のこのスカンデルベグに装備をつけるんですね。で、これをするために私、アケメネスセットをちゃんと、いつでもね、付け替えがしやすいように1個はフリーで開けてあるんですけど、こんな感じで、装備をつけてあげますと。で、そうすると、一気に戦力が3円まで上がります。ってなると、病院に特別担当官としてつけれるようになるんですね。これは戦力の要件 3.1M をギリギリ今越したので。はい。で、この上級と特別の、変更って結構えぐくて、最大所有数 10% そうでもないけど、回復速度はね、20%も上がるので、めちゃくちゃ重要なんですよね。はい。ということで、その装備をつけっぱなしにする必要はないんですけれども、一時的に戦力を上げて、採用するために、装備をつけることは重要だと思います。はい。という形で、はい、私はね、こういう、スカンデルベグさんを特別な存在にするために、装備をね、付け替えはしますが、このね、もうつけた状態で外しても、もう彼はもうすでに特別な存在なので、上級に落ちることはないんですね。なので、つけた後はもう外しちゃって OK です。ほいほい。はい。こんな感じで、装備の付け替えをしてます。ただ、戦闘とかには関係ないんで、はい、基本関係ないです。採用するタイミングに、特別以上にするときに装備って、必要になるときがあるよっていうのが回答になる方もいますかね。はい、エブさん、触りましたかね。ちょっと時差があるので、かもしれませんが、そんな感じです。コメントがいっぱいありがとうございます。ネゴリさん、今週サーバー脳になってまして、素晴らしい。SBS 的サーバーの音ってオート停戦するかどうか聞こうか聞かないか迷ってます。普段、
どうなんでしょうね。自サーバー側が、毎度そういう交渉をしてるのであれば、その内側から反対意見が出なそうですし、それならば別に交渉してもいいのかなと思いますけどね。なんかなんというか、なんかすごいくるくるしてる気がする。私もくるくるしてる。くるくる、これどうすれば治るんだろうな。もうちょい動かしたらくるくる収まるのか。YouTube が受信している動画が少ないため滑らかなストリーミングを維持できません。視聴者側でバッファがうんちゃらとか、はい、もう少しいじれることあるかな。再接続に成功。お、再接続に成功って出た。再接続に成功したって出たけど、なんか全然やっぱくるくるしてるな。これは申し訳ねえ。接続が良好に戻った。大丈夫そうかな。はい。じゃあ、コメントいくつかいただいてますが、エネゴリさんのやつそのままいきまして、毎度はしてないんですよね。相手次第みたいです。JAL さんとこはサーバールールありますか？ですね、私のサーバーは基本的にオート停戦はしてないですね。その話が来てもいつもなんか突っぱねてる気がします。うちのサーバーは、なんというか、武闘派結構、なんていうか、ポイントで、通常のこのポイントで負けることが多くてですね、このポイント結構負けることが多くて、今回もね、前回も負けたんですけども、はい、相手のオートを征服して逆転勝ちっていうパターンが結構多いのもあって、うちのサーバーは、オート停戦多分ね、今んとこ一回もしたことないんじゃないかな。私の記憶がある限りは、なんかそんな話題が出ても結局オート停戦、せず、普通に戦っています。が、それもやっぱりサーバーごとにね、なんか違うみたいで、相手のオート征服するなんてひどいっていう話を聞いたこともありますし、そういうもんだなという感じなので、場所によりますよね。SBS 以外のサーバー内のうちは、レベル2以上のモンハンは単独禁止とかアクティブな同盟に入ってる人は攻撃したらダメとかあります。そういう、なんかいくつかのルールで言いますと、ソロ討伐は禁止されてないです。で、加速とかもね、先日 DSN チャンネルさんでもサーバールールの話がありましたけど、モンハンは基本的にあんまりルールがないですね。あまりに背部に近いところは、なんか、空気読んでやめてねっていう話はあるけど、必ずしもそこはマストじゃないですね。だから、結構ひどくて、ユミルの時とか、ラリーが2分とか1分とかなんですよね。1分とかでラリーかけて、加速して、走って、ユミル討伐するっていうのが、なんか最近どんどん悪化してて、なんていうか、ラリーセッターの方めっちゃジェム使っているけど無駄じゃないかなって個人的には思っています。はい、各、同盟が、今そんな感じになってて、ちょっとこれ、やべえな、ルール必要なんじゃないかなと思いつつ、あんまりね、そのルールを細かく設定しても結局なんか破ってごちゃごちゃしてっていうのが続いて結局こうなってるんで、うちのサーバーはなんかルール起こらなそうな気がしますね。加速禁止、ソロ討伐禁止とかって分かりやすくていいとは思うんですけどね。なかなかルールをすぐに破る方がたくさんいらっしゃったので、なんかルールが結構どんどん少なくなったりシンプルになった経緯がある気がします、うちのサーバーは。はい、ちなみに、城はタグがついて、同盟タグがついてるところは禁止ですね。同盟タグがついていたら、たとえ仮に引退していようとも、もうどう考えても引退してんだろ、この城っていうのも一応殴らないってなってます。はい。タグ
タグがついてない、同盟タグついてない、ところはもう好き放題殴るんですけど、まあ、それ以外は基本的にはナップ、昼寝状態ですね。あ、席が。だから基本サーバー内は SVS 以外みんなバブルしないです。あ、そうなんですね。それは素晴らしいですね。うちはたまにキルイベントが復活したり、なんていうか、急に暴れ出す人とかがいるんで、本当にログインしなくなるときとか、あんまり見れなくなるときはバブルしてますね。なので、今ご覧いただくと分かるんですけど、結構みんなバブルしてます。はい、たまにやんちゃになって暴れる人がいたりするんで、危険です。なので、うちは比較的みんなバブルしていることが多いかもしれないですね。はい、今週のキルイベント週間はキルイベントないよって言われても、私はもうバブルしますね。ずっと離れるときは。はい。なんかあったときに後悔するの嫌なんで、安牌を切る派でございます。さて、ちょっと上の方に戻って、コメント読めてないところ行こう。ティッシュさんのコメント。精霊の部屋がレベル30にした後にドラゴンの結晶を使用してアンロックできますとありますが、ドラゴンの青いやつはドラゴンの結晶があれば召喚できるんですか？ですね、これはね、この綺麗な名前、ジャワザールですよね。ジャワザールはですね、アンロックできません。はい、これ結構ひどくて、去年の6周年イベント、12月とかに1ヶ月ぐらいかな、開催されていた6周年イベントか。6ヶ月って言った ?6 周年イベント。6周年イベントの時に、この龍門っていうアイテムを集めて、それにより、アンロックができたっていうドラゴンですね。はい、これ龍門獲得ってとこを押すとね、6周年イベント1回ショップ、兵糧コインを消費してジャワザールを獲得できますって出てくると思うんですけど、これね、ひどくて、なんていうか、6.5 周年とか、なんかハーフアニバーサリーとかで、またアンロックできるのかなと思ったら、これマジで、6周年イベントの時以降、引ける可能性一切出してくれませんでしたね。これ、えぐいと思います。はい、これね、しかも、まあまあ課金必要だったはず。いくらだっけな ?5 万じゃ済まなかったんだっけな。なんか、とりあえず課金ドラゴンです。で、もう去年の12月に頑張るしかなかったやつで、それ以降始めた人はただ眺めるだけっていうね、ひどいドラゴンでございます。7周年イベントが多分また12月からね、あると思うので、もしかしたらそこでいけるようになるかもしれないんですけど、1年間確定をお預かりにしてくれたので、まあ、もしかしたらね、次はみんな頑張って引くのかもしれないですね。はい。これね、ひどいドラゴンです。ということで、残念ながら引けません。はい。今は獲得手段はないっていう感じですかね。本能おじさんコメントありがとうございます。今仕事終わって視聴してますので、お仕事お疲れ様です。なんか、毎度遅いですね。のんのさん、私のサーバーはかそっていて、いつも相手サーバーゴーストタウンと言われます。なので、ソロでもラリーでもやりたい放題です。まあそう、枯れてくるとそうなりますよね。ゴーストタウン、いや、私もなんかサーバー戦争で当たった相手、マジでゴーストタウンの時あったからな。もうアクティブが全然いなくて、強い人めっちゃいるんだけれども、そもそも人数が少ないから、しっかりバブルして、亀作戦で絶対サーバー戦争負けないみたいなのを思った気がしますね。まあ大体ね、無鉄砲な方がはっちゃけて、特大マイナスを叩き出して負けていくんですけど、ゴーストタウン、たまにありますね。
ゴーストタウンのとの SVS めっちゃ当たります。そういう時ほんとね、殴り先がいないし、来る人確定アクティブかつ強いからっていうね、本当にね、当たりたくない。私は多分のんのんさんのサーバーと当たりたくないですね。本能さん、ソロのモンハン禁止されたらサブ開かないと 10B 常時消費は自分は無理ですね。私 10B 消費なんとかなりました、そういえば。それ後でちょっとお話ししようと思ってます。10B 消費ね、2ヶ月連続なんとか頑張りましたね。クソ大変でした。はい、リーナさん、コメントありがとうございます。いつもアーカイブで視聴してます。初めてライブ視聴したので初コメントさせて、ありがとうございます、コメント。はい、最近ね、初コメしてくださる方多くて嬉しいです。お気軽にコメントしてください。多分、アーカイブにコメントするの、ちょっとだけ勇気いると思うんですよ。まあ、そんなみんなね、コメントしないので。はい。でもね、チャットは、紛れるんで、しっかり森の中に葉っぱ紛れ込ませていただいてお好きにコメントしていただけたらと思います。すべてを拾いきれない可能性もあるんですけれども。はい、コメントいただけると嬉しいでございます。ティッシュさん、なんと、はい、ジャオザールさんは、はい、それが真実でございます。これは、とてもえぐい課金ドラゴンでございます。しっかり6周年お祝いイベントうんちゃらとか書かれてるせいで、これ復活しないんじゃないかと、最悪復活しないで新しいドラゴン7周年で増えんじゃねえのとかまで思っています。はい。これが運営のやり方かというやつですね。はい。エネゴリさん7周年に向けて準備中です。それは、あれですね。7周年に向けて課金ができるようにリアルマネーを増やしてますとか、蓄えてますっていう、そういう準備中でですかね。7周年に向けて準備すると、ちょうどね、ボーナスの期間ですからね。そろそろ羽欲しいです。先にオンにしてくれて、サーバーの人たちが協力してくれたんで、今年中にはとりあえず、いいですね。先にオンになったんですね。それも素晴らしい。順番が回ってきたっていう感じですかね。まあ、しっかりね、なんというか、サイクル回してね、王を増やしてくれるのは良いサーバーですね。そう、やっぱね、このドラゴンのね、数ね、とても重要ですからね。この、今日のリセットで終わりましたけど、この超お得な育成とかね、私36位なんですけど、もうドラゴン2体しかいないと、そもそも、なんていうか、食わせるドラゴンがいないし、なんか、無課金で、ジェム消費してまで食わせたくないしっていうのでね、これね、マジでしんどいんですよね。ドラゴンが3体、4体いたら、日々たくさん食わせられるんですけど、まあ、日々食わせられるほど装備が充実してないので、果たして本当にそんな食わせますかはちょっと疑問ではあるんですけど、はい、でもやっぱドラゴンの運がね、たくさんあるに越したことはないんで、はい、特に戦勝記念塔のレベル2にするときに 5.8M の 5.8だよな 5.8M の将軍が、6体必要になるはずなんですよね。この 5.8M 上げるのってもうどう考えてもドラゴン必要なので、はい、やっぱね、ドラゴンね、たくさんあるに越したことないので、そう、羽欲しいですよね。私も羽がそろそろ頑張りたいけど、まだ、ちっと命の源が心もとない。はい、3820。目標は5000でございます。5000なら1回前奏しても耐えられる。精霊の部屋30まで上げようとしたので何気に助かります。ティッシュさん、30にすると、ファフニール、こっちはゲットできます。こっちはね、ちゃんとジャワザールは課金流なんですけど、ファフニールはちゃんと取れるので、そこはね、頑張っていただいて大丈夫だと思います。30までは上げた方がいいと思います。で、30まで上げるとね、元老院っていうか、
建物は行政庁か。行政庁も建てられるようになるんで。はい、そう、今ね、ジャワザールのことかなと思って喋っちゃったんですけど、ファフニール、こっちは取れます。で、こっちは、騎兵の攻撃力が上がるんですよ。なので、モンハン的にはこっちの方が、モンハンにドラゴン使うのちょっと贅沢かもしれないですけど、モンハンに使えるんで、私、モンスター幸運、マックスついちゃって、どうしようとかなってますけど、はい、はい、ファフニールさんはね、しっかりアンロックできるんで、レベル30は、ぜひしてください。6体はまあまあきついです。いや、まあまあきついですよね。いや、まあまあどころじゃないんですよ、これ。私確実にいけるのが、エレクトラと、カエサルと、ジョージの3体までは、一応ね、頑張ればいけるかなと思ってるんですけど、他が、他が厳しすぎて、いや、ジョージもね、きつい。ジョージもきついんだよな。これゴジラだから、ドラゴンだったら上がるんですけど、はい。そう、ドラゴンを増やさないとね、厳しいんですよね。はい。次、ね、エドワード・ティーチも上げたいなとは思ってるんですけど、そう、5.8 な、辛すぎるんだよな。2体は全然いけるかなと思うんですけど、そう、このね、5.8 を6体作らなきゃいけないので、この君主エキスポをね、早く上げたいんですよね。おそらく席が。君主レベル38、将軍レベルが38とか39になり始めたら、少しね、行きやすいのかなって勝手に思ってるんですけど、ちょっとこれね、しんどすぎるよなって思ってますね。ヒドラ、君主エキスパが欲しいんでね、ヒドラをね、殴りますよね。リーナリーナさん、エボニー配信しか視聴していませんが、いつか土日のサーバー戦争生配信やってほしいです。サーバー戦争をプレイヤー視点で見る機会はなかなかないので、いつか配信してくれることを祈っています。いや、サーバー戦争の配信はちょっとね、考えたんですけど、いくつか問題点があってやりづらいなとは思ってるんですよね。多分ね、そういうお言葉をね、何回か伺ったことはあるの、いろんな方からいたことがあるので、そうなんとかね、やれたらなとは思ってるんですけど、まず情報漏洩野郎になっちゃうじゃないですか。なんていうか今自分がどこにいるよだけではなくて、AC とかで誰がアクティブなのかとかも丸分かりになっちゃうので、ね、全体公開なかなかえぐいなっていうのと、私だけがね、なんていうか、情報公開して、不利になるのは別に構わないかなと思うんですけども、なかなかね、そこが、サーバーの人に怒られそうだなとかね、遅延を入れたりとかね、してやれなくはないかなと思ったりしてるんですけど、はい、そこはね、ちょっと何か工夫ができたらいいなとは考えていますので、ちょっとね、跳ね取りができた後のちょっと宿題にしたいな、みたいに思ってたりしてます。はい。ライブじゃなくてもね、なんていうか、動画を撮っておいて、ライブ映像で動画を撮っておいて、それを後から上げるっていうのもね、ありだとは思ってるので、はい。ただね、まだPC でのサーバー戦争慣れてないんで、それももうちょっと慣れてたらね、やりたいなって思ってますね。索敵はね、やっぱ PC の方が楽なんですけど、出撃とかはね、スマホの方が楽で、でもスマホの画面の配信って、なんかめっちゃ見栄えが悪いんですよね。縦長になって横が黒くなっちゃって。私のエボニー配信の初期の頃ってずっとスマホでやってたんですけど、なかなかね、見栄えが悪くてちょっとあれだなと思ってたんで、はい、ちょっとPC でね、サーバー戦争ができるようにちょっと、熟練度を上げて挑みたいなとも思いますね。PC のね、やつも、慣れると、良さそうなので、
そう、ぜひ PC でなりたいなって思ってるんですよね。SVS は 500M 取れば羽取れます。SVS 参加が220人しかいないので、おおマジっすか。20人 ?20 人それは、さすがゴーストサーバー。さすがにそのぐらいの人数が少ない状況だと、なんか、次とかその次あたりで、なんか、サーバー合併とかありそうですね。なんか、6月前後とかにね、サーバーの合併あったと思うんですけどね、そろそろまた半年ぐらい経つんで、ありそうですよね。エネゴリさん、89,050にあります、稲地のみな。何それ何それ桁が桁が違う。意味がわからない私3000しかなくてぴよぴよ言ってんのに。そうもうね、3000しかないから、一回全損したら、もう多分確実に、いなくなるんですよ、兵が。もう生き返せない命が生まれちゃうんで無茶できないんですよね。今のサーバー戦争結構安全にやってて、今。もう怖くて怖くて。ただね、次のね、サーバー戦争のお相手がね、我々より、違う。これじゃない。これは前回や。オンタイクス。我々より、その、後からできたサーバーなので、なんていうか、戦力的には多分そんなに遜色なさそうなのと、いろいろ相手サーバーを見た限りは、最大がレベル39。これまで40とか41がいて、うえいってなってたんですけど、39がマックスならまだ少し、希望がって思ってるので、ちょっとね、今週のね、サーバー戦争は頑張りたいんですよね。頑張りたいんですけど、子供の運動会とか、麻雀の予定とかあるような、ないような、ちょっとリアルがあれだけれども、やれるかなとか思いつつ、はい、今週はね、少し、少なくとも前回に比べたら狙い目なので、ちょっと頑張りたいなとは思っております。はい。いやー、タイミング、タイミングよ。はい。まあまあまあ。あ、モンチさん、はじめまして。勇気を出して初めてコメントしました。ジャワザールは今も課金イベントで獲得できるです。今はやってないイベントです。そうなんですか？あ、モンチさん、コメントありがとうございます。よく、X で拝見していて、無課金プレイヤーということで、先輩だと思って眺めています。無課金でね、強いプレイヤーの方がね、いらっしゃると、そこを私も目指そうって、思えるんでね、非常に、ありがたいと思ってます。そして、ジャーザール、入門獲得できるんですか？マジですか？今も課金イベントで獲得できる。そうなんだ。じゃあなんかあれなんですかね。なんていうか、このお高い系王の大計画じゃないか。なんか溜め込み戦略。なんかいつもなんかケーキみたいなイベントあったりとかしますよね。あれの最後とかでもらえたりするんですかね。そうなんだ。まあそうだよな。なんていうか、こんなにじらされたらもう払ったら、金払って買えるならもう欲しいぜって人いる気がするもんな。本能寺さん、今回の消費還元イベントで400円も食料を出そうとしたら数字間違えて 4B 出し、4B 出しちゃったら全部食い尽くされる。2万ジェム消費を20万と勘違いしたり、散々でした。疲れてる時にやっちゃダメですね。そうですね、ですね、その数字がね、桁数が多くて、間違えたらことなんでやばいですね、それは。なんていうか、あの漫画であるような、桁間違いミスを盛大にやらかした感じですね。何でしたっけ昔20世紀少年っていう漫画で、4っていう数字を1000と間違えて発注して会社をクビになったみたいな、なんかね、エピソードを今思い出しました。はい。浦沢直樹先生の名作でございます。ねごりさん、将軍装備強化各場所を統一しているパーセントを上げてますが、強化セット、ジェムが沼です。自分はあとティーチと防衛の D を上げないとなんで先が見えないです。あ、
ですね、私も装備厳選はまだ全然できてないです。常時だけしかできてないです。本当はエレクトラとかも上げたいんですけども、まだそこまでいけてないですね。もうジェム、もう装備の強化って沼じゃないですか。これが沼だということはもう、分かりきっているので、先にこのルーンとか、ドラゴンの技量の方に、ジェムを使ってますかね。で、絶対ね、装備の方が、パーセントの上がりがいいので、装備を、しっかり、パーセントバフとかをこだわった方が絶対強くなるとは思います。それも理解してるんですけど、沼じゃないですか。っていうので、私はちょっとこれはね、後回しにしていて、常時留意だけ、防衛感だけ、フラットバフですね。フラットバフのとこだけは、仕上げています。仕上げていると言っても、これは本当に強い方たちから見たら多分足りないんですけど、まあ、80点ぐらい取れるよね、みたいな。まあ、9大点、ギリ9大点じゃないぐらいな、感じでやってます。はい。これ、こだわれば、ね、こだわることできるんですけど、信じられないほどジェム吹っ飛ぶじゃないですか。4000ジェム払って、じゃあ4000なら、4000どころじゃないですよね。これね、100回やってもいいの出なかったりするじゃないですか。これ50万ジェム払って何の成果もありませんでしたを何回か繰り返したので、もうちょっとこれ無理だな、後回しにしようって言って、私は後回しにしてます。はい。でも、次は、エレクトラかな。エレクトラの装備をアップグレードして、まあ、もうちょっとね、バフを、まあ、60点ぐらいに上げようかなって思っています。今はね、石材最終速度17%っていうふざけてんのっていうのがついてたりするんですけど、はい、伸びしろで溢れてます、私は。あ、やべえ、11時になってた。これ、バイキング、あれ、バイキングチャレンジ、まだやってないかな。やってないかもしれない。まあ、いっか。バイキングチャレンジがそうそうある気がする。ちょっと、AC チェックしとかないと。さて、なんだっけ。はい、ヒカさん、VC2 は当分無理かなと思っています。いやー、これ、ちょっと本当に、なんていうか、時間が解決する系ですよね、これね、本当に。なんというか、だいぶしっかり目標を立てて頑張らないといけない。まあ、もともとね、この戦勝記念塔で、この 5.8M がネックになるっていうことを分かっていたので、早い段階からね、君主キスをこだわってあげていたんですけど、それでもやっぱまだレベル36で、どんどんね、レベルアップ大変になっていくので、いや、私も1年、ここがネックで1年かかっちゃいそうだなってちょっと思ってたりしますね。本能寺さん、ちなみに装備の強化で30万ジェム使ったのにゴールドのバフ全くつかなかったので絶望しました。いや、そんなもんだと思いますよ、本当に。はい、本当に、超絶沼です。ダメです。本当にダメです。装備強化はね、なんていうか、私は後回しだと思ってます。先に上げるべきバフを上げたい。あ、ちょっとこれサーバーギフト後で見よう。あ、ディアブロさん、こんにちは。コメントありがとうございます。あ、名前を変えてお久しぶりでございます。エネゴリさん、本さんは自分は根性でミハイピュロスに関しては金で語りました。お、すげえ。そのせいでコレクション帳が短期間で2つ手に入りました。すげえ。やべえ。根性それは本当に根性ですか？札束で殴って札束で殴ってるのも根性は根性な気がするすげえ。やべえ。おめでとうございます。アメンタイコさんこんばんは。コメントありがとうございます。あれなんか今日はなぜか同時視聴数がなんか今まで
の最高記録な気がする。43も視聴していただいてありがとうございます。私のところだと43って映っている。はい、もうなんかせっかくなんで宣伝しとこう。よかったらね、チャンネル登録や高評価をしていただけると助かります。なんか、お気に入りに表示されたりとかするみたいなので、ぜひよろしくお願いしますと言っとこう。エブさん、私も今回初めてコメントさせていただきます。1年ちょっとかけて K33 まで完全無課金で頑張りました。K35 のダルさんです。すごい。ありがとうございます。いや、まあ頑張りました。頑張りました。まあ結構頑張りましたけど、そう、無課金でもね、やれるということのね、証明というか、もう本当に、毎週、フルオープンで公開しているので、ね、少しでもね、参考になったらいいなって思いながらやってます。はい。そう、みんなにね、テオドラはって言われるんですけど、あとね、VIP ポイントが300ポイントになって喜んでたら、AC で、たかが VIP でってね、なんかすごい笑われたんですけど、無課金にとってはね、この辺のやつら重要なんですよね。手に入らないんですもん。ね、テオドラさんね、これどうやって集めんの、こことかね、VIP ポイントとかね、結構オークションで買って頑張って12人にしましたからね。そう、オークションでね、ジェムを払わなく払うものがね、減るだけでもね、とても嬉しいですよ、これは。はい。さて、フェニックス。バイキングチャレンジ、今日まだしてない気がする。すげえ咳が出る、ちょっと、水飲もう。そうこうしてるうちに高評価増えてありがとうございます。フェニックスは参加します。そう、ヒドラもね、とても参加したいんですけれども、ヒドラもバイキングもアイテム出るんですけど、通常のボスの方がね、特殊アイテムが出やすいので、これね、太古の宝の地図ですね。ヒドラとかも一応出るには出るんですけど、なんか若干確率違う気がします。通常のボスの方が、イベントじゃないボスの方が出やすいので、なるべくね、通常ボス優先で参加するようにしてます。ねごりさん、無課金の星ですね。リアルに35無課金はすごいです。ありがとうございます。いや、もう35に止まんないですよ。36に行く気満々なんで。はい、サーバーギフト10、せっかくね、11になったんで、これを見ていきましょう。ほら、3時間スピードアップだ。ね。いや、素晴らしい。いいね。壁のアイテムが上がったのはいいことです。本能さん、以前は課金しないと手に入らなかったので、テオドラいるかいないかで課金無課金プレイヤーを判断してましたね。自分も未だにテオドラいないので欲しいです。いや、そう、テオドラいいですよね。なんていうか、エボニーユキさんも書いてましたけど、モンハンで一番重要なのダブルドロップ率なので、ダブルドロップ率も上がって火力も上がるって、なんかいいことしか書いてない。はい。そう、ダブルドロップで思い出しました。そう、そう、私ね、K35 にして、K36 年内に着工したいですみたいな話を以前させていただいたと思いますと、で、それに向けて結構着実に頑張っておりまして、コメントありがとうございます。楽天太郎さん、いい名前してますね。JAL 家も楽天経済圏片足突っ込んでます。楽天経済圏と D ポイント経済圏の二刀流でございます。さて、話がそれた。こんばんは。最近 PC 版始めたのですが、同盟チャットをコピーする方法ありますか？うまくできません。残念ながらですね、できません。これね、同盟チャットは、同盟チャットというか、チャット機能は、すごくまだ、良くないです。以前に比べて、ちょっとインターフェースがね、変わって良くなったんですけれども、ここのコピーもできないですし、絵文字ですかね、を使うこともできないし、削除もできないんですよね。PC 版、大体のことが PC 版の方が結構いいかなと思うところあるんですけども、このことチャット関連については、残念ながらまだまだ PC 版はしょぼいのが実情ですかね。特にね、削除できないのが良くなくて、せっかく PC 版で、索敵がしやすいじゃないですか。ね、ピラミッドだとか、蛮族だとか見つけたときに、ここに
いたぜっつって、皆さん多分共有されると思うんですよね。で、これ共有するんですけど、共有して誰かがラリー出してくれたから消したいのに削除ができないっていうね、せっかく索敵ができるのに削除できない片手落ち感ね。これね、あれです、これ、また愚痴になってしまいますけど、あの、運営がエボニーをプレイしてたら、絵文字はいいにしても削除はつけろよと。削除は欲しくなるだろうと思ってしまうね、やつですね。はい。これ削除ないんですよ。ということで、残念ながらね、コピーできないんですよ。なので、コピーもできないし、なんか翻訳がね、若干遅かったりもしますよね。ちょっとね、あんまり、いけてないので、この辺はね、バージョン上がって良くなることをね、祈りたいなというところでございますね。はい、そんなところで。なんだっけ、あ、そう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 。36に向けて頑張ってますよというところで、今日ね、X でポストしたんですけど、資源消費還元イベント、今日のね、17時で終わりだったと思うんですけども、なんとかね、すべてのリソース 10B 消費達成しました。はい、先週の時点ではもう無理だと、もうやめよう、諦めようと言ってたんですけど、なんか、めちゃくちゃ頑張ったらなんとかなりそうだなって、試算できたんで、気合い入れて達成することができました。ということでね、それで、いや、そう、10B イベント頑張って素晴らしいところ、この100スタミナ、めっちゃ増えるんですよ。これがね、素直にめちゃくちゃ嬉しい。これのおかげでね、めちゃくちゃ後半にラリーを出すことができる。あとね、10B 達成で、200M ずつね、資源がもらえるので、次に向けてね、この 800M とか、まあもうすでに使ってるので、10B 達成した瞬間に他のやつを 10B 達成するために使ったりとかしたせいで、もう減ってるんですけど、はい、次のね、スタートダッシュもちょっとできてっていうところでね、なんとか 10B 達成しましたと。で、10B 達成どのようにやったかと言いますと、この、今ね、ご覧いただくと分かる通り、ちょっと消そう。ウィーン、消しました。はい、生産施設ですね。生産施設を、もう、ほぼほぼ35にしました。いくつかね、まだ30残ってます。あとね、農場は手つけてないです。皆さんご存知だと思うんですけど、この建設をね、すると、絶対に食料が少ないんですよ。はい、すべての施設、そうなんですけど、食料がね、一番少ないっていうので、もう建設に力入れると、食料が余るのはもう分かりきってますということなので、必ず食料を使うために農場以外の建設をすることで、そうするとね、確実に農場が入ってくるんですよ。なので、木工所鉱山採石場、木工所鉱山採石場ってひたすら上げて、食料もね、使うようにして、もう綺麗に、今回はね、デコボコしなかったですね。もう本当に、10、10、10B、10億10億1000万とか、なんかそういう感じで、ほぼジャストに近い形で10億ですね。この生産施設、農場以外の生産施設上げる、あとはこの必要なね、上げたいその女神像とかを上げる、あと、歩兵のアップグレードとか、この辺を駆使して、しっかり綺麗に 10B ちょうどで消費できるように、頑張って調整をしました。はい。で、なんていうか、端数が出ない、うまく頑張って建設っていうので、これを頑張って、で、そもそもリソースをどうやって集めたかで、ちょっとさっきの話戻ってくるんですけど、ダブルドロップとパンプキンですね。パンプキンね、マジ良かったですね。皆さん、パンプキンいっぱい倒しましたかね。なんか保存したと思う。あ、これね、レベル7パンプキンモンスター、ハロウィンギフト7、レベル13ボスモンスター宝箱。そう、パンプキンレベル7はね、ファフニール相当でしたね。で、レベル8のパンプキンは、フェニックス相当でしたね。レベル15ボスの
宝箱とハロウィンギフト。で、このね、2つを落とすんですよと。で、このレベル7のハロウィンギフトとレベル8のハロウィンギフト、結構アイテムが入ってますと。で、特にこのレベル8のハロウィンギフトめちゃくちゃ美味しくって、で、さらにやばいのは、もうパンプキンモンスター倒すだけでダブルドロップ状態なのにもかかわらず、ね、本当のダブルドロップすると、11じゃなくて22で落ちるんで、もうクワドラブルドロップクワドラブルで合ってるかな、トリプルまでは分かるんだけどクワトロかな、クワトロバジェイナさんかな、はい、4倍みたいな感じでね、パンプキンはめちゃくちゃ効率良かったですね。これ、名声もめちゃくちゃ効率良くて、400。この通常ボス、これイベントボスなんですけど、扱いが通常ボス相当でしたね。名声がたくさんもらえる。で、同盟ポイントとかもね、たくさんもらえる。しかもアイテムドロップもいいということで、私ね、パンプキン超倒しました。正確には、超、相乗りしました。はい。私ね、倒せないんで。レベル13倒せるんですけど、レベル7倒せるんですけど、7、8倒せないんで、8ね、もうめちゃくちゃ参加させてもらって、はい、ここでリワードをたくさんゲットしましたっていうのと、あとルーレットですね。ルーレットも今また回復してきましたけど、全部1桁になるぐらいまで消費して、ルーレットもめちゃくちゃ引きました。で、当然遺跡も全部開けました。で、余ってる宝箱も全部開けましたっていうので、もう本当に、リソースをかき集めて、なんとかね、10尾を達成しました。で、さらに、一番強かったのは市場ですね。市場をね、私、結構重視してて、こいつね、急いで35に上げたんですけど、この、市場のね、この、無料徴税、これ重要でございます。私、エレクトラがね、特別担当官でついてるんですけど、本当はね、スーパーにしたいんですけど、特別市場担当官にすると、100% 上がるんで、22,000、まあ今は何回かやってるんでね、増えてますけど、1回で22,000じゃない、22万か。22万調整で手に入るんですよ。で、ために貯めておいた、はい。見当たんない。どこ行っちゃった？これ、あった。徴税令書。はい。無料で徴税できる回数が1増加しますということで、これ900ぐらいあったのをね、300使いましたね。はい。これ使って、これそのまんま1個 1M ぐらいな感じでめっちゃゲットできたんで、そう、300使って300億とか増えたかな、資源。うん。なんか、はい、本当にギリギリ足らないな、みたいな。300億 ?300 億なわけなくない？ 3 億。何を言ってるんだ？ 3 億ですね。はい。300使って、そう、3億ぐらい、この、徴税により、資源を稼いで、帳尻を合わせたみたいなことをね、しましたね。はい、どうしてもね、その最後の 10B にかかる一手が足らなくて、その一手の一押しで、この徴税をね、駆使して、リソースをね、ゲットしました。はい、っていうのでね、市場をね、あまり上げてないっていう話も聞いたりするんですけど、これ、バカにならないんでおすすめでございます。はい。36にするとね、無料徴税がね、1増えるんで、いいですよね。はい。まあ、市場はね、30を超えると闇市でレベル4のギアも出るようになりますし、あとはね、この大使館ですね、援軍の容量が増えるんで、はい、私はね、援軍をたくさん入れてもらいたいので、大使館、上げしているので、今そう34なんですけれども、はい、次35にしたいな、みたいに思ってますということで、まあ、あの手この手を駆使して、なんとか 10B を達成することができましたと。で、生産施設もね、いくつかまだ34であるものの、半分以上35にすることができましたということで、うまく 10B 調整しつつ、生産量もね、2.7M 以上の平均値になることができましたね。はい、ここで言及忘れましたけど、さらに、これだ。
皆さん多分通常ね、100% でやってると思うんですけど、この8時間だけ200%になるやつ、これも結構駆使しました。はい。もうやれることはね、すべて尽くしましたね。次の 10B が大変だと思います。はい。なんかめっちゃ喋ってしまった。ティッシュさん、王家の運送上で喜ばれるアイテムって何でしょうか？自分は始めたばかりのプレイヤーに100ジェムかける10億売ってます。ですね、私、送ったことが多分あんまりないです。なんていうか、間違って、なんか攻撃しちゃって、ごめんねって、リソースを返したとか、時ぐらいしかなくて、なんか、何が送れるのかも、なんか、でも、ジェムも結構、はした金じゃないですか？なんか、リソースが素直に喜ばれそうな気がするけど、どうなんだろう。何が送れるんだろう。王家の運送上、多分ね、そんな使ったことないはず。覚えがない。これですよね。なんか、めっちゃある。この辺、てか、もうリソースかスタミナかジェムじゃん。ですね、私、たまにいただくことあるんですけど、スタミナが死ぬほど嬉しいです。はい、相手のアクティブ度にもよるとは思うんですけども、スタミナ100が死ぬほど嬉しいと思います。始めたばかりのプレイヤーなんでしょうね。まあでも、確かに始めたばかりのプレイヤーもなんかリソースよりもなんかスピードの方が大事だったりするから、もしかしたら始めたばかりのプレイヤーはジェム欲しいかもしれないですが、まあ、まずはね、エボにはジェムを稼げるように強くなるところが大事だからな。最初の頃のジェムよりは、私やっぱりリソースとスタミナで、むしろスタミナでもうスタミナ上げるからたくさんラリー参加して強くなってね、な気がしちゃいますね。多分ね、スタミナ上げた方が、リソース増える気がする場合によってはっていう感じがしますね。本能寺さん、市場レベル上げると闇市資源で購入できるアイテムが減るので厄介ですね。ジェム購入はバカになってます。そうなんですよ。そうなんですよ。このリセットまでにあった、文明のなんちゃらでしたっけ？戦場の達人がね、50でもらえるようになってたんですけど、まあ、支払いがね、ジェムばかり。闇市でね、ジェム消費がめちゃくちゃ激しくなるので、おっしゃる通り、資源で解決できた方が楽なんですけど、そう、ジェム支払いが増えるのが、そこがね、痛いですね。そう、だからジェムはね、ある程度貯めとかないと、まあ、もう私は1万2000しかないんですけど、そう、10B も達成したし、100万ジェムも達成したんですけど、100万ジェムもだいぶカツカツで達成だったので、闇市が痛い痛い。そうなんですよ。闇市がね、めちゃくちゃ金使うんですよね。闇市で200個買えっていうクエスト、ちょっときつくすぎますよね。あと、王の花道の最終日。あれがね、1日目とかだったら全然いいんですよ。5日目に100個買えってね、出てくるので、ほんとね、いかれてますよね、運営。マジで。ほんとえぐいと思う。ひどすぎる。3日で、3日で100個買い物しろとか、どんだけジェム使わすねんっていう。エネゴリさん、スタミナ100は現在7830個です。何を言ってるかがよくわからないんだ、さっきから。ちょっとやばいな。エネゴリさんがはるか天井人だな。私もうスタミナ、だいぶ減ってたけど、この資源の消費還元イベントで、今ね、たくさん増えて、今だけウハウハですね。またね、3週間後ぐらいにはまた、多分1桁、2桁になってると思うんですけど、はい。そうなんですよね。なんていうか、強い方は、もうなんていうか、もう、物理的に消費できないからあげるよって言って何回か、もらったことが、海外プレイヤーの方がなんかね、くれたことありますね。喜んでいただきました。はい。もう、いついかなる時もスタミナは欲しい。さてさて、なんか振り返りの話にさささっと言っちゃったけど、まあ、いろいろ話をしてきたので、
今週のね、イベントのところとかをちょっと見ながらやっていこうかなというところで、いつも通りですね、この3日間の合間で、もはや定番となりました、宝探しの旅イベントが来ています。これ3日間のね、限定ですということで、これね、3日間限定にもかかわらず、結構大変ですよね。今日、モンハンデーだから結構モンハンしてるつもりなんですけど、それでも6、5、10しか落ちてない。なんだこれは。偏りがあるな。はい、なかなかね、今ちょっと配信中だから、資源採集とかにも出したりとかしてるので、そんなにモンハン参加してないんですけれども、なかなかね、毎度、そもそもこの指輪みたいなやつをね、集めるのが大変みたいな、地図と指輪みたいなやつ集めるのが大変かな、みたいに思ってます。はい、ドクロの右目に宝を見たということで、はい、このね、まだT14 を作れてないので、レベル10の盗賊倒せないんで、これをね、レベル10倒せるようになるのが当面の目標ではありますね、モンハン的には。ほいほい。で、あとは、イベントは、いつも通りな気がします。今週のね、毎日クエストのやつは、100連みたいなやつですかね。強化シリーズです。はい。いつも通りね、青の装備を150回強化するだけのお仕事ですし、今ちょうどね、スーパー強化のイベントも来てるので、このタイミングにね、別に強化しても、ただもうジェムの消費還元がないので、あんまりやっても大変かなと思うので、そこそこでいいんじゃないかなって感じですかね。はい。ドラゴンの強化もね、10回強化するともらえますということで、みんな大好き素材がゲットできますので、しっかり毎日クエストをやっていきましょうというとこだと思います。で、ゴールドと罠と、装備製造の、スピードアップのやつが来てますね。はい。ゴールドとかはね、比較的簡単かなと思うんですけど、製造とかはね、素材が、装備製造期間じゃないんで、ちょっとね、作りづらいですね、新しい装備は。はい。リワードもめちゃくちゃいいわけではないので、もう本当にね、この、シルクロードの宝箱が欲しい方は、頑張ってもいいかなっていうところですが、そんな無理する必要ないかなっていう感じがしちゃいます。はい、私もね、だいぶ装備は充実してきたので、無理はしません。罠スピードアップもね、いつも通り来ていますが、これは王の対決が戦力アップと被るときには頑張ってもいいかなと思います。罠はね、リソースに対して戦力の上がり幅が結構いい、戦力というかポイントの上がり幅がいいので、王の対決戦力アップが来た時には、この罠スピードアップ頑張ってもいいのかなって思います。リソースもね、入りますんで。はい。で、今はスーパー強化来てますけれども、今週のね、金曜日からは、タクティクスということで、レベル36以上の研究が来ます。今週はユミルがあります。っていうところかな。で、サーバー戦争の週なので、皆さん頑張りましょうというところ。で、金曜日からですね、ピラミッドが、いつも通り来ます。で、もう、ほぼ定型化してきてるので、もう先に絵描いちゃいました。多分、金曜日から、魂の伴侶の、アイテムですね。これ名前なんつったっけ？縁起物みたいな。縁起物みたいなやつ。はい、これ。伴侶の縁起物。なんか隠れちゃってるわ。伴侶の縁起物。はい、これがね、ゲットできるイベントが来るかなと思ってます。もう、今のところね、セットだと思います。スピードアップの期間は伴侶の縁起物。資源消費還元のイベントの時には、真珠スケール。そんな感じでね、もう、なんというか、定型化されつつあるかなと思っているので、もう、最初に絵に描いちゃいました。ということで、皆さんね、まだアンロック、無課金早い方で、ドゥルシネア、
あ、正確には4体アンロックしてて、5体目のアンロック多分まだなはずです。はい。で、多分ね、次でも無理で、あと2回ね、来ると、このエスメラルダまで、解放されるのかなと。で、今回、挨拶とかタッチの回数が、15、10とかで決まったので、おそらくしばらくエスメラルダの次は出てこないんじゃないかなと思います。まあ、あんまりこんなことを言うとね、フラグになって、新しいの出たりとかするかもしれない。ちょっとあんまり元気は避けた方がいいかもしれないんですけれど、はい。予測ではもうしばらく増えないのかなと。いうふうに思っています。はい。エスメラルダさんはね、モンスター討伐の時に火力が上がるっていうね、特殊な感じなので、欲しいですね。はい。でも、これをアンロックする前に、このドゥルシネアと、プリンセスシシーカのこのサーバー戦争中のね、命の源が、節約できるよっていうスキルはね、ちょっとね、レベルを上げたいなと私は思っています。まあ、まあ、早くてね、来月解禁だと思いますんで、しっかりそれまでにね、進行を深めておこうと思います。ほいほい。で、本能寺さん、ユミルの人気は異常ですよね。うちのプレイヤー、サーバーでユミルを取られたから 1B のプレイヤーがラリーで燃やされてました。やばすぎる。やばすぎる。いや、そう、ユミルはもう本当に悪化してて、良くないです。もう、なんかね、1分ラリーとか、他の同盟1分ラリーとかしてるんですけど、なんていうか、同盟のみんなが強くなるためにラリーをしてると思うんですけど、その1分って、その行軍が走る時間もあるじゃないですか。なんか対角線とかで遠いと、なんかもう普通にあんまり間に合わないみたいな、超リアルタイムで見たいと間に合わないみたいなのがあるので、なんか乗れないっていうこともね、結構あったりとかして、で、ね、戦争とかでも使う貴重な加速も使ったりとかしているじゃないですか。1000ジェムと加速をそんなに使ってまで狩るユミル、しかも仲間が乗れないみたいなのって、なんか、どうなんだろうなっていうのをね、もう最近本当に非常に疑問に思って、アグロペを心待ちにしてます。はいね、ユビルはね、本当に、X 見てますけど、まあ、いろんなところで、問題視されてますよね。どんどん激しくなってるというのを聞くので、早くね、そうじゃない、ユミルじゃない、いいね、やつがね、出るといいなと思います。エネゴリさん、フォローさせてきました。ありがとうございます。X フォローありがとうございます。フォローバックしておきます。わかりやすくてすぐフォローできる。エネゴリさんやっぱりこのエネゴリなんですね。いいですね、わかりやすい。私、JAL っていう名前にしてんのに、X のバーナーは、アナになってます。本能さん、運営もユミルグッズを出せば少しは潤うのかもしれませんね。いや、どうでしょう。ユミルぶん殴られたり焼かれたりして大丈夫ですかね。カムイさん、修羅の国だ。もう本当にクソすぎる。本当に。もう、ユミルなぁ。本当にみんなユミル大好きやからな。ユミルはまだかってうちの AC とかでもめっちゃ言うもんな。ヒカさん、アグロペ一部のサーバーでイベントで出てたみたいです。あ、そうなんですね。なんか、Twitter、X 見てて、なんか結構いろんな人が言ってたんで、全部のサーバーで試験的にやったのかなと思ったけど、あれも一部だったんですね。なんかエボニーあるあるですよね。この特性語とかもね、なんか先に他の場所があったりとかしていたようなので、あとは、なんだっけな、ユミルかなユミルの、一部のサーバーで、ユミルで、さらに特殊な報酬、リワードが増えていて、そのリワード、時々落ちるリワードがめちゃくちゃいいみたいなのもね、一部のサーバーで実験的にあったみたいなんですけれども、
まあそんな感じで、まあいろんなサーバーで実験をして、まあ良さそうだったら、それをね、最適化してリリースするみたいな、なんかアジャイル的なことをね、やってるんでしょうね。はい。なんていうか、リワードが増えることに対して多分文句を言うユーザーは文句を言うユーザーはいないと思うので、まあなんていうか、これで楽させすぎないようにっていうね、そういうところをね、狙ってるんですかね。はい。もうそんなことはいいから、そんなことはいいから、早くアグロペを出してほしいです。アグロペのリワードは最高だった。もう、ユミルみたいなね、喧嘩起こるやつはやめて、もう全部、レベル1で大量にいいやつを落とすやつにしましょう。もう本当に。はい、そんなところでなんか咳が出るから早めに終わろうと思っていたけど、結局、結構、ね、今週もいっぱい喋ってしまっていますね。ちょっと水を飲もう。ねもりさん、ユーミルになると上位3つくらいの同盟がなんか先だった気がします。ソロとか見たら即名春クレームきます。いや、ほんと、なんかもうどんどん殺伐としてってますよね、もうユーミル。まあそれもこれも、やっぱリワードがね、リワードリソース集めるのが大変だから、リソースいっぱいもらえるユーミルがね、当然人気になりますよね。で、リソースを集めるのが大変だから、みんなファームアカウントを作るし、でもファームアカウントがバンされて、ナイルみたいなのが起こったりとかしたりしていて、まあなんか、現況はもうはっきりしていて、建設させたがってるみたいだけど、建設するためのリソースが足んねえんだよっていうのがね、ユーザーの声のはずなんで、ね、そこをなんかしっかり受け止めて、ユミル以外にもリソース出してくれというところですよね。まあその意味でね、今日題材にしましたけど、壁のアップグレードで、そのスピードアップ系がね、結構いいのが出るようになったんですよ。でもそう、スピードアップが出る、建設のスピードアップとかもね、3時間とか8時間とか出るようになったんで、建設をさせたいんだったら次はリソースだよねっていうところをね、しっかり運営さん、分かってると信じてますんで、リソースのね、リワードがね、どんどん良くなってきてほしいなと思ってます。はい。まあ、それだけじゃなくね、そもそもの生産力を上げるべき、生産力信者なので、はい、生産力もね、上げて、もう 5B は余裕で達成だぜ。10B も頑張れば達成だぜと。で 10B がね、頑張れば達成だぜっていうのはね、今回証明することができたので、次回もね、10B 達成頑張りたいなと思います。ヒカさん、ユミルの安全資源箱はうちのサーバー出ていて、先週も引き続きました。あ、そうなんですね。そう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 。名前が分かんなかったんですけど、安全資源箱っていうですね、安全じゃないですけどね、ユミル狩るの。戦争紙一重、戦争紙一重なんですけど。全く。なるほど。安全資源箱って名前なんですね。あのリワードすごかったですよね。そう、一部のサーバー、ヒカさんのサーバーでは出てたんだ。いいな。はい、めちゃくちゃね、リソース、普通に 1B、2B、たった2日間のはずの 1B、2B 資源が増えたみたいな話を聞いたような気がするんだよな。いやー、それね、本当に、うちのサーバーでも出てほしいです。いや、てかでもね、ユミルで出さないでほしいんだよな。もう、なんかユミル以外の手法で出してほしいんだよな。アグロペが出てほしいんだよな。本能寺さん、うちのサーバーだと城壁前のアイテム変わらずですね。何か変更あったんですか？本当ですか？本能寺さん。表示は、今取っちゃった。ですね、表示は変わってないです。表示は、なんか、罠の時間30分アップだとか、君主エキスポ1000とか、ちょっとしょぼいんですけど、取った時に出てくるアイテムをよくよく見ると違うアイテム
3時間スピードアップとか建設スピードアップとかになってると思います。で、AM2 時、日本時間 AM2 時に VIP ポイント100ポイントが、出るんですけれども、11月3日2時からは VIP ポイント100じゃなくて300がもらえるようになっています。ということで、私ね、まだ使ってないんで、はい、こんな感じで、これまで VIP ポイント100だったものが、このね、5日間は VIP ポイント300がもらえるようになっていて、ただ、ちゃんと表示は100ポイントなんですよ。ここ気をつけていただきたくて、壁の表示は、古いままなんですけど、実際に手に入るアイテムがいいものになってる。ただ、そう、これまでの話でもある通り、そう、サーバーによってね、なんかもう試験的に、変えてる、ちょっと変えるみたいなのがね、エボによくやるんで、もしかしたら本能寺さんのサーバーがまだ変わってないっていうのはちょっとあるかもしれないです。ので、ちょっとね、もう11時の回取っちゃったと思うので、12時、24時の回ですかね、24時の回のアイテムを見て、見ていただけたらなって思いますね。はい、ということで、はい、まあなんかその話もあるので、せっかくだから、この配信も24時になったら、アイテムを確認して、終わりにしようかな。ということで、その24時までね、終われるようにちょっと話しておかないと。何の話でした？ヒカさん、アグロペ課金イベントになってたみたいですよ。召喚装になんかアイテム必要みたいな。そうなの？マジっすか？アグロペに似た、昔のアケロイです。これはあるんですけど、これ課金になるんですか？課金になるんだったらクソイベだわ。それは最悪すぎるな。エネグリさん、サマータイム終了したので SVS に関してのオートカーのメールは早めに出しておりました。それいいと思います。はい、なんというか、相手側もね、悩む時間が必要だと思いますし、相手側ももしかしたら思ってるかもしれないし、ということで、はい、決裂するときはどっちみち出そうは出す前が戦争になるだけなので、素晴らしいですね。明太子さん、壁の表示もサーバーによってかもしれません。私のサーバーは1日前から300になってました。そうなんですね。そうなんだ。じゃあ、うちの表示もしばらくしたら変わるのかな。なんか、別に、ちゃんとアイテムがもらえるからいいんですけど、なんていうか、雑な雑な作りしてますよね。無駄な変更シリーズまだあったわ。今消えちゃった。消えちゃった。皆さん、もう、ね、気づいたかなと思うんですけど、お助けで無駄な表示出るようになりましたよね。お助けをすると、あなたの、なんか、味方への、なんか、忘れちゃった惜しみない努力を歓迎しますみたいな。出るぞ。同盟メンバーは惜しみない支援に非常に感謝します。これいるマジ。ほんと、これ何なんだろう、これ。面白いんだよな。もうね、なんかなんでこういうところに無駄なリソースを割くのか本当にわからない。なんなんだろう、この無駄な。いや、海外ゲームっぽくてね、ここはちょっとおもろいなと思っちゃったんですけど、はい、非常に非常におもろいエフェクトでございます。さあ、研究もね、だいぶ、お助け回数が進んだので、加速しよう。そう、もう49回ね、全部、フルやるのがベストではありますが、別にそこをね、待たずとも、ある程度進んだらね、研究スピードアップガンガン使って研究を今上げてます。そう、研究もね、だいぶ、進みました。もう防御の進化は、あとちょっとで、全部終わりますね。はい、8に到達してしまいまして、この辺も12にしたらおしまいということで、もう、あと数日で終わるでしょうと。で、軍事力昇進ね、
私、速度ってめちゃくちゃ大事だと思ってて、移動速度。行軍速度を上げたいんですけれども、これね、研究時間73時間。もうこれはまあ別にいいんですよ。研究時間で、まあ、研究スピードアップ結構あまり余ってるので、いいんですよ。問題は、はい、賢者の石ですね、691。まだレベル中9ですよ。レベル20にするために691が必要っていうことは、まだね、6段階上げなきゃいけないんですよ。もう後半は1000、1000、1000って感じですよね、これきっとね。はい、今5187賢者の石あるんですけど、もうすぐなくなるよって書いてあるんですよね、これね。絶望しています。はい、先週に引き続き絶望でございます。先週ね、この属州都市の一番最後、駐屯兵士攻力会上げるのに3000もいきなり要求してくるんですけど、何年ですかねっていう話をしたと思うんです。はい、まだありましたね。上級襲撃で、もうレベル19にして、691を要求されるということで、はい。ひどいよ。賢者の石いくつ必要なんだよ。全く。はい。まあ、もうちょいやめよう。はい。だからね、こういうのがあるからね、もう賢者の石をひたすらね、交換してする羽目になるわけですよ。ヨルムンガンド、わーい。ドロップもしもし。はい。ちなみに、配信中のため、なんかちょいちょいしかラリー参加してないですけれども、これが配信外で普通にやってるときは、今日なんかね、モンハンサーバー版王の対決、モンスターハントなので、すべての行軍モンスターにして、ひたすらラリーに乗ってます。はい。下がっちゃった。さっきまでね、戦場リワード私4位だったんですけど、まあ、寝るんで普通に寝るんで、起きたら下がってるんですけど、大体ね、この寝るまでの最初のスタートダッシュはいつも結構高めです。あとね、昨日ね、資源の消費イベントだったんで、それもね、6部隊全部資源採集とかいろいろやってたんで、はい。今ね、いい感じに4位に位置してますね。大体戦力アップと訓練イベントで、ゴーンゴーンって抜かれるんで、これ最初だけの栄光でございます。はい。あ、思い出した。これね、話を振り返りで話したいと思ってたんだ。同盟総動員、お疲れ様でした。はい、はい、私はね、きっちり、はい、5200で全てのリワード取れるんですね。5200ぴったりでしっかり計算してストップしました。はい、本当は全て240にしてれば、受注クエストを、2個で済む、22で済むんですけど、まあちょっとさすがにそれ大変だなということで、23クエストの受注で5200ポイント達成し、で、今回ね、うちの同盟の皆さん結構頑張ったようでして、同盟ランキングも、7位全然違うわ。9位。9位で終了ということで、次回もエピック確定ですね。素晴らしいです。はい。クエストをね、たくさん更新した回がありました。はい。みんながしっかりクエストやってくれて嬉しいなって思います。多分、農場アカウントでもね、結構やってくださった方がいて、ほんとすげえなって思うんですけど、私1個のアカウントで手一杯なんだけど、はい。ということで、リワードがね、めっちゃもらえます。はい、このね、エピックのやつで、賢者の石ね、1000とか、エルジョンの源200もらえてめっちゃ嬉しいんですけど、まあ、何よりね、これですよ。エピックの試合で5200ポイントマックスで取ると3万5000ジェムとエピック将軍3体ゲットできるんですね。はい。これね、今日開けてこうと思ってたんでした。これを開けよう。本能寺さん、素朴な疑問なのですが、計40以上だと科学院の研究すべて終わってるプレイヤーもいるんですかね。終わってるとしたら、日々の研究のノルマはどうしてるんでしょう。確かに。でも終わってる方いるんじゃないですかね。ですね、多分なんですけど、計40に行ってる人って、相当課金をしてないと、多分、トー
達してないと思うんですよね。で、相当課金してる人は、この日々の145とか、研究クエストを気にしてないんじゃないかなって思ったりしちゃいますかね。はい。まあ、研究をね、やんなくても、達成は可能ですからね。研究と建設、PVP バトルあたりが難しいか。はい、でも、180ぐらいまでマックスでもらえて、ちょっと計算めんどくさいや。そう、多分、難易度の違いはあれど、でも研究全部終わってんのかな。なんか、それも踏まえて、ちょっと残してるとかありそうな気がしますけどね。なんていうか、開けなくていいやつってあるじゃないですか。どこだ軍か。もう私はね、ちょっと上げちゃったんですけど、ない。これだ。戦術の経験とか、なんかあんまり関係ないなっていうやつは残してるんじゃないですかね、さすがに。どうなんだろう。まあでもなんか気にしてない説が有力な気がしちゃいますね。皆さんも慣れてきたら、このパズルしなくなるのと同じような感じで、やってないんじゃないかなって思っちゃいますね。ヒカさん、JAL さん見習って期間限定 R4 にしてもらい、みんなに頑張ってもらって次回からエピックリーグが上がれることになりました。おー、ヒカさんおめでとうございます。そう、いやもうそれがね、いいと思います。もうなんかもう R4 の方たちはもう忙しいと思うんです。もう普段からね、運営されてるんで。だからもう、自分のためにもなるんでクエストリフレッシュ要因であるようにしてくださいっていうね、申し出ね、非常にいいと思います。その R4 の人もね、見る回数を減らすことができて助かるし。いや、素晴らしいですね。いや、そうなんですよ。もう、なんか、結構ね、ログインしてクエストぐるぐるしないといけなくて、めっちゃ大変なんですけど、まあね、みんな頑張ってくれるとね、嬉しいんで、いや、素晴らしいですね。いや、エピックリーグはね、いいですよ。エピックリーグ、クエストがいいクエストが出やすいんで、金のクエストたくさん出るから、個人的には、レジェンドの時よりやりやすかったですね。レジェンドの時マジでストレスだったんで、金のクエスト全然出ないのに奪い合いがひどくて、その点でエピックだと金のクエスト結構出てくるので、非常に達成がしやすかったです。さあ、あと5分で24時になっちゃうので、ちょっと開封していこうかな。さて、まずね、個人的にあんまり興味が薄いグローリー騎士将軍の宝箱、こっちからやってようかな。はい、スキピオ、エリーゼ、ローランド以外出てほしいです。フラグを立てていく。頼むよ、マジで。頼む、マジで頼む。さあ、せっかくなんでね、開封の儀をしていきたいと思います。グローリー騎士将軍の宝箱、オープン。お、カウイェーイ持ってない。わーい、アンロックしよう。ビヒゲのカウ三国志のキャラですね。歩兵の攻力が30%アップ、歩兵と騎兵の HP が20%アップということで、前の世代の強将軍ということで、まあね、使うことはないかなというところで、このさ、絶対使うことがないやつ、念のため完璧解雇しとく方がいいのか、普通解雇するのかを若干ね、悩む感じですよね。まあ今、ルーンストーン箱足りないなと思ってるんで、普通に除隊しそうな気がします。まあね、しばらくはちょっとベンチウォーマーとして持っておこう。さあ、あとは、プレミアムと、エピック歴史の名称があるんで、エピック歴史の名称をやっていこうかな。はい、これはね、もう何が出るかわかんないです。0.62% で、ライモンドだけ、これ、レイモンドじゃなかったっけ。はい、これだけね、出やすいということで、これ、レイモンドね、普通に出てほしいですね。はい。レイモンドじゃない、ライモンドだ。はい、ライモンドさんね、私、ティーチを使う予定なので、ティーチと一緒に合わせられそうなので、ライモンドさん出てほしいなということで、さあ、エピックの歴史の名称を引いていこう。
どうでもいいのが出る気がする。大丈夫か？ GO！ 持ってるよー。はい。ビクトリア女王さんは、一回引いた覚えがありますね。これはね、ルーンになりました、以前。はい。はい。これね、酒場で出て、採用して即打った覚えがありますね。まあ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 。まあ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 。ここよ。ここよ。このプレミアム。プレミアムの方はね、なんだっけ、将軍の伝道絵画のやつね、出てくれてたんで。はい。さあ、頼む頼む持ってないやつを聞いてくれ。しよう。あ、持ってない。レオニアス2世。古代ギリシャの都市国スパルタのテルモビュライの戦いで300人のスパルタ兵士を率いた。300人大丈夫？ 100 万人とか扱うけど大丈夫？はい、首都の防衛艦を集めている場合、駐屯歩兵の攻撃力と HP が30%アップし、駐屯射撃兵の攻撃力が25%アップということで、はい、この彼はね、多分使わないですね、私。ジョージさんに続婚なんで、使わないですね。でも、レオニダスさんは持ってないよ。持ってない持ってない。将軍の伝道。将軍の伝道を、レオニダスさん埋まりました。イエーイ。で、カンは、伝道さんか。やった。あとは、織田信長じゃん。はい。ねビクトリアさんはね、酒場で出てきたから引いたんだよ。まあまあまあ。あれあれ入手してない。あれ ?5M 宝箱もらえる？あれこれもらってなかった。あれ私引いたことなかったもしかして。っていうか、この 5M 宝箱50円ももらえるんだったら、10B 消費もうちょい楽に達成できたのでは？あれれらん姉ちゃんだな。まあいいや、まあいいや。はい、次のね、次も10尾達成したいと思ってるので、やったぜ。あれ俺、ビクトリアこの前、酒場で出て買った気だったけど、寝ぼけたかもしれない。まあいいや。はい、さあ、そうね。はい、女王はね、残念ながら、売りに出されます。やったはい、ということで、ちょっとね、同盟総動員は、X でもポストしたんですけれども、無課金救済だと思います。はい、素晴らしいですね。めちゃくちゃ素晴らしいイベントです。次回も、同盟総動員で、まあ大体ね、1ヶ月ちょいとかに1回来てるかなっていう感じ。大体、マヤが来て、マヤの次の週に同盟総動員が来るみたいなね、傾向があるように思っています。ということでね、また、次回は、11月末から12月の途中ぐらいにもしかしたら来るのかなと思ってるので、はい、次回も楽しみですね。はい。今回ね、ヒカさんみたいに、ランクが上がったっていう方はね、やっぱランクね、エピックになる方が多分美味しいと思うので、もちろんね、クエスト大変なので、同盟総動員のクエストをね、楽々クリアできるようになるっていうのがね、結構ね、重要なのかなと思います。資源の生産力があったら、生産系のやつもね、意味あったわっていうことがね、今回気づくことができたので。はい、本能寺さん、今見ましたが、確かに城壁前8時間スピードアップになってましたね。表示は以前のものですが、やっぱりそうですよね。あれ出てない。これはね、リフレッシュの問題ですね。はい。だからやっぱサーバー共通だと思います、この件は。表示のね、表示は切り替わってないのあると思うんですけど、今ね、建設の30分間スピードアップみたいなね、こんなの、もう誰も喜ばないよっていうのが表示されてるんですけど、いざ受け取ってみると、8時間スピードアップってことで、はい、本能寺さんの8時間スピードアップと一致してますね。これ全部のサーバー共通だと思います。はい。ね、非常にいいアイテムに変わってるので、はい。運営さんが、しっかり育ててねというメッセージだと受け取っています。はい。ということで、そろそろね、ちょうどいい時間になったかなと思いますので、スタミナももうちょい回復しちゃおう。はい。話したいことは一通り話をしたかな。消費加減イベント頑張りましょう。話してなかった分、超お得な育成のね、交換、今日までなんで忘れずに交換しましょう。文明ルーレットいつものやつです。毎日ね、3回
お得に引けます。1回目無料だし、2回目は5ゴールドで引けますし、最初の10回は70コインで引けますし、ということで、皆さんね、忘れずに、引きましょうということで、はい。いや、もうこういうね、この 1M 石材箱とかね、鉱石箱とかね、もう嬉しくてしょうがないですね。3日間スピードアップとかめちゃくちゃうまい。はい。というところで、文明ルーレットね、このスピン、しっかり回してると、確実に、この制服のかけらね、ゲットできるようになってます。本当に参加し得のイベントなので、しっかりね、参加しましょう。参加しましょうというか、このね、毎日100個まで集められます。資源書最終で10個モンスター飛ばす90個ね。これね、忘れずに。5個くらいサボれるんですけど、はい、忘れずにね、ゲットしてください。明太子さん、今も私のサーバー8時間スピードアップ結構違うんですね。あ、そうなんですね。もう表示変わってるところも、このなんかその違いは何なんでしょうね。まあ、サーバーもね、たくさんあるんで、順番にしてるんですかね。若版からやってるのか、それともなんか、あるのか、ね、サーバーランキング上位順とか、そういうのがあったりするんですかね。よくわからないですが。はい。まあ、いずれね、表示も変わるんだなっていうのが分かりました。もうなんかずっと、なんか運営手抜きでバグったままなんだろうなって思ってたんですけど、すでに、正しい表示になってるというところもあるということなので、気長に待とうと思います。はい。ということで、今日はこの壁のリワードが変わりましたと、もう非常に良くなりましたっていう感動の話と合わせてね、右上の宝箱もそろそろ変えてくださいよとかね、リワードリワード周り。ね、もうユミル以外にちゃんと稼げるようにね、してくださいと。スピードアップはもういいですと。もうパーンとかね、やったり、こっちのスピードアップを増やしてますけど、スピードアップじゃないです。ユーザーが求めてるのはリソースです。はいね、リソースね、この真珠のね、刻印とかでね、生産力アップとかね、つけてくれましたけど、これ、上げるのめちゃくちゃ大変ですから、はい、もうちょっと、いろんな方法で生産力をね、上げるのを、作ってほしいなということで、運営さんよろしくお願いしますと。いうところでね、はい、今日はなんか、結構愚痴を言ってしまって、まあごめんねというところで今日の、今週のエボニー配信はこれにて終了しようかなと思います。はい、今日もね、今週も2時間の、長丁場になってしまいましたが、ここまでのお付き合いありがとうございました。はい、いつもたくさんコメントしてくださって助かります。ありがとうございます。はい、またね、気軽にコメントしていただいて、アーカイブをね、ご覧になってる方とかも結構いらっしゃるみたいなんですけれども、今回みたいにですね、もしお時間合えば、チャットでね、コメントしていただけると嬉しいです。はい。そんなところで、今週のエボニープレイ配信はこれにて終了いたします。よかったらチャンネル登録や高評価をして、またね、来週10時、プレイ配信を予定してますので、よかったら一緒にね、エボニーをプレイしながら、ご一緒できたら幸いです。ということで、これにて今日の配信は終了します。おつじゃる様でした。また来週お会いしましょう。お疲れ様でした。